ああ、よろしく頼む。連絡をもらった後、企画をいくつか考えたのだが、学生向けに10分で授業をするのはどうだろうか。そうだな。よければ今日の打ち合わせでその点についても君と話し合いたい。教師時代は着ぐるみを着たり舞太くんの手を借りることもあった。いずれも授業に興味を持ってもらうために行ったのだが、あまり効果は得られなかったな。ああ。だが少しアプローチを変えた方がいいのかもしれない。実際の授業と授業の動画とでは違うことも多いだろう。それに今の私はアイドルだ。なるほど。全く馴染みのない用語の解説よりも歌詞の解説の方が興味を引けるな。つまり自主的に知りたいという感情から動画を見ることになる。それは誰かに強制されるよりも身につくはずだ。いい着眼点だな。では歌詞から用語を抜き出し台本を作成しよう。プロデューサー、先日撮影した動画だが、今回の打ち合わせでは編集についても相談がある。動画の件を聞いた妹から編集も工夫してはどうかとアドバイスを受けた。そのためインターネット上にある塾講師が上げた動画などを見て研究してきたのだが、これらのノウハウを実行するとなると編集にかなり口を出すことになる。問題ないだろうか。ありがとう、プロデューサー。では資料を用意したので見てほしい。目を引くサムネイルや画面構成についての資料と、それを元に試作した画像だ。なるほど。特に意識して選んだわけではないが、確かに若者の好みからは外れているかもしれない。ティーン向けの動画や雑誌なども確認して最適な書体を探してみよう。では次に、ああ、それなら考えてある。狭間道夫の SIF だ。数学 is ファンだ。これならタイトルを見ただけで数学は楽しいものだと感じてもらえるはずだ。ハッシュタグ。それがあると同じタグをつけた者同士がお互いを見つけやすくなるという。いい案だ。総括すると動画のタイトルはこれで決まりだな。ああ、君のおかげで随分垢抜けたようだ。これなら若者たちにも興味を持ってもらえるだろう。ああ、特に学生からの書き込みが多い。早速今日届いたコメントを読み上げてみよう。
数学に苦手意識があったけど、この動画のおかげで少しマシになりました。この動画で見た数学用語がテストに出てきて、いい点を取ることができました。他にも、数学への好意的な反応が多数あった。嬉しい成果だ。プロデューサー、君の助力があったからこそ、彼らに勉学への意欲を芽生えさせることができた。それに今回の動画制作は、私にとってもいい経験になった。門外漢で不明な点も多かったが、知らないことから始まり、おかげで多くを学ぶことができた。アイドルについて、私にはまだまだ知らないことばかりだが、これからも君の力を貸してほしい。多くの学びは、私にとっても喜びだ。